目的を持って行動している感じが、目的を持って無差別に行動している。そしたら収支が上がったのが味噌煮込みうどんはこう、麺にこう味が染み込んでいくタイプの、麺なので染み込みやすさと、あとその麺自体の味がちょっとこう、よく出るタイプのものを、選んで使ってますかね。うどんって塩水で練るんですけど、味噌煮込みうどんの場合は真水で打つっていうのがちょっとポイントで、生に近い状態から、その味噌の出汁の中で、うどんを煮込んでいくんですけどもその時にこう塩水で練ったうどんだと、その塩がその出汁の中に出てきちゃうっていうか、でも味が壊れちゃうんで、真水で打つことで、ちょっと独特の食感が出るんですけども、塩水で打ったうどんって讃岐うどんみたいなこうもちもちっとしたコシがあるんですけど、味噌煮込みうどんの場合は、もう少しごわっとした歯ごたえが、あるというか、またそれが味噌煮込みの醍醐味なんですけども、20分ちょっとぐらい練り込みます。一旦折ります。はい、はい。なんと置けなくなって2個入ってる。2個入ってる。そしたらそこで一回おしまいにしよう。何個できたか数えてくれる。うどんと味噌を箱詰めしてます。食べてご家族にお土産持って帰る方もいらっしゃるんで。お腹すいた。お腹すいた？そこかな。あれこっち持ってる。お父さん、2階のどこに置いとけばいい？今一緒に行く。後でじゃあ持ってきとこうか。これ3段丸々入ってる。丸々待って、おどうだ。これは9個。3升というのは3升。30号。冬場はご飯が出るので、愛知県では味噌煮込みをおかず代わりにして炭水化物味が濃いんでね、ご飯があると少し口直しになって、ランチはご飯がセットで好きです。1日どんくらい味噌煮込みうどんって何食ぐらい出るとか？そうですね、今冬場はやっぱり100食ぐらい出るんじゃないですかね。ランチはちょっとピーク時間は並ぶことがありますね。で学生さんもいますね。あと結構この辺オフィスも多いんで、サラリーマンとか OL さんも多いですけどね。基本中に鶏肉が入ってたりして、あとネギが煮込まれてて、油揚げとか椎茸なんかに入ってるとかなんですかね。4種類ほどブレンドしてるんですけど、一つは愛知の岡崎の八丁味噌っていう伝統的な赤味噌で、もう2種類違う赤味噌と、白味噌1種類、バランスのいい感じになるような八丁味噌
まあ、ちょっとこう癖があるっていうか、若干苦いみたいなのも、あんまりそれを出さないで、初めて食べる方でも食べられる感じの味にしてますね。祖父母の代から愛知県でうどん屋してまして、まあ、その実家の味がベースになってますよね。あ、そうなんです。はい。土鍋は萬古焼きっていう、まあ、三重県の焼き物ですけど、長年使ってるとこう味が出てきてね、あ、そうなんです。いいですけどね。おすすめの食べ方みたいな。すべて卵が入ってるんですけど、はい。卵は鍋の中で割っちゃうとちょっとこう味が変化しちゃうんで、はいなるべく卵は別で取り分けて食べるとかにしてもらえるといいですかね。まあ好きな人は本当にご飯にのっけて食べる人もいるし。そうなんです。じゃあはいうどんが練り上がってるはいと思うんで、わかりましたはいもう一回上に移動します。生地が練り上がってるので70人分ぐらいあるんですけど、これで、6人前ずつぐらいの塊にしていきます。まあ練ってこう小分けにして少しプレスかけていくんですけども、でその後通常塩水で打ったうどんは、まあ寝かすっていう作業がですよ。ちょっとまあどうだろう4、5時間とか、まあ、半日とか、味噌煮込みうどんの場合は逆にもうプレスしたらもうすぐ製麺しちゃうっていうかね。あ、そうなんです。はい。まあ塩が入ってるとこう腐敗防止っていうかはい。腐りにくいんですけど、逆にこっちは真水なんで、あんまり放置しとくと、すぐ悪くなるっていうかね。はい。
と椎茸でベースを取っただしにカツオと、ムロアジとサバのだしを入れたものですね。はい、愛知のだし屋さんから買ってるんですけど、愛知県の方でよく使われてるだしの配合なんで、愛知はいりこも使わないし、昆布主体じゃないんで、やっぱカツオが強いですよね、愛知県は。はい、カツオとかアジ、サバ節とか、10分ぐらいちょっとだしを抽出して、で柄をこします。最終的にはこれに味噌が合わせて。味噌煮込みっていうワードを入れようかなと思った時に、最後語尾をちょっとどうしようかと思って考えたんですけど、味噌煮込みっていうことがちょっと良かったんで、お客さんにハマってもらえるような味噌煮込みを作っていけたらいいかなと思って、でそういう意味合いがあります。味噌煮込みって読めないから味噌煮込み罠さんですかとっていう問い合わせが多いです。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。最初1時。いらっしゃいませ。1名様。はい。目的を持って無差別に行動してる。味噌煮込みうどん普通のやつ。めっちゃかっこいいからさ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すぐそこの、はい、東大に通って、名古屋出身なんですけど、なんで地元で味噌煮込みうどんをよく食べてたんですよ。なんで結構、なんか地元を思い出すというか、なんか安心する味ですね。やっぱ赤味噌がなんかやっぱなかなか東京だと出てこないというか、こう深みがある味で美味しいな。持ち帰りをもらえますか？一つ、はい。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、
ダメだったら送ってあげる。送金してあげる。ご飯パンになる。まだ霞で裏か。3番。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。キムチ味噌煮込み丼っていう、キムチを一緒に煮込んだうどんと、イタリアンって言って、トマトソースをちょっと入れて煮込みパスタみたいな感じになります。煮込み料理に合う食材が結構味噌煮込みに合うんですね。トマトって結構煮込んだりするじゃないですか。なるほど。あれトマトって結構旨味が強いんで、味噌とだしの旨味、トマトの旨味が加わって結構美味しいんですよ。好きな人はそればっかりですね。無料探しに気分を変えます。まだ霞で裏か。やっぱ写真撮っとこう。今日はキムチです。キムチの味噌煮。キムチって発酵食品で、味噌も発酵食品なので、癖になる感じです。それ食べたらもうまた食べたくなっちゃうし。感じです。辛くないです。それも全部程よくて、なんだろうね。一言で言うともう本当天敵です。天敵。天敵を食べてる感じです。これとまたすごい。何もなければずっとこうして帰り道にまたね、次の味が思い浮かべるよ。次何食べようとしてるし、忘れられない。次の日も朝起きて、あれ食べればよかったって思います。実家にある店は、いわゆるうどんそば店で味噌煮込み丼とか、きしめんだったりですね。今もやってます。私の弟が継いで、お店。特に冬なんか寒くなってくると、実家で
まあ、両親が作ってくれた味噌煮込みを食べてたという、まあ、それが原点ですね。もともとその、医学部に行きたかったっていうんではなくてですね、東大ってまあその入ってから1年半の教養課程の間に、まあ、3、4年生で専門的に行く学部を、まあ、選んで進学していくっていうそういうシステムなんですけども、まあ、それでいろいろあったんですけども、結局その医学を、まあ、広く学べるっていう学科に、まあ、進学したということですね。親がいずれは継げみたいなそんな話は全くなくて、まあ、目標にしたっていうですね、健康総合科学科っていう科ですね。でその学科に看護を勉強する科があるんですよ。でその看護の方もちょっと、勉強して、そこで、まあ、国家試験を受けて看護師の資格も取りまして、で卒業した後は、病院で4年ほど病棟勤務、東大病院に入ったんですけど、看護師のね、女性の世界ってちょっと独特で、まあ、少し疲れちゃったっていうか、ちょっとなんか違うことやろうかなと思った時に、まあ、じゃあ自分に何ができるかなと思ったんですけど、東京になかなか当時味噌煮込みうどん食べれるとこなかったんで、まあ、あったら面白いかなと思って、じゃあ、まあ、ないなら作ってみるかっていうか、上野とかお茶の水とか土地勘のあるところで探したんですけど、なかなかいいところがなくて、1年ぐらい探してたまたまここにポッと出てきた物件があったんで、まあ、見に来たら家賃とねお店のサイズ感がバランスが良かったんで、たまたま東大に近かったっていうのをちょっとなんか縁を感じて、でこっちに飲食店の経験がゼロって実家の味なんですけどもまあそれをもとに、まあ、ほぼ独学で、まあ、いろんな味噌とか配合したりとかして、いろんな人にね食べてもらいたいっていうのはもちろんありますね。やっぱりお客さんに喜んでもらえることが一番、まあ、やりがいですかね。